License Service YouTube。ご視聴していただきありがとうございます。この動画は、わからないことがわからないと思った時に見る動画です。学科試験が不安、試験勉強の仕方がわからない、そもそもわからないことがわからないという人のためにピンポイントに要点を解説します。今回は本免許でよく出題されている、駐車と停車の意味と禁止場所を復習してみましょう。動画の内容は、1つ目は駐車と停車の意味とその違い。2つ目は、駐停車禁止の場所とその例外。3つ目は、駐車禁止の場所とその例外。4つ目は、無予知駐車の禁止。最後に練習問題を使用して理解を深めましょう。それでは始めます。それでは最初に駐車と停車の意味とその違いをご説明します。駐車とは、客待ち、荷待ちによる停止。5分を超える荷物の積み下ろしのための停止。故障などによる停止。その他の理由により車が継続的に停止することや、運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態で停止することです。この場合の客待ち荷待ちとは、タクシーや貨物車が乗客や荷物を待っている場合にあたります。そして、同じように友人や家族を待つために停止する場合も、駐車になります。また、運転者が車から離れていて、すぐに運転できない状態とは、一般的な考え方から、すぐに運転できない客観的状態にあることを言います。例えば、公衆電話で電話をかけていたり、コンビニ店に入って物を買っているような状態です。そのため、帰宅して車庫の扉を開けるために車から降りるような場合でも、すぐ運転できる状態であれば、駐車には当たりません。停車になります。次は停車についてご説明します。停車とは、駐車に当たらない車の停止で、人の乗り降りのための停止、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止、運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止を言います。また、赤信号や踏切の直前の一時停止など、法令の規定に従い一時停止する場合や、警察官の命令による一時停止、危険防止のための一時停止も停車になります。そしてこの場合、人の乗り降りのための停止は時間に制限はありませんが、荷物の積み下ろしのための停止は、その時間に制限があります。たとえ継続的な停止であっても5分以内である限り停車ですが、5分を超えると駐車になります。駐車と停車の意味のまとめです。駐車とは、車が継続的に停止することで、客待ち荷待ちによる停止や、5分を超える荷物の積み下ろしのための停止です。そして停車とは、駐車に当たらない車の停止で、人の乗り降りのための停止や、5分以内の荷物の積み下ろしのための停止です。特に、この表の赤線の枠内に示したところが間違いやすいので、しっかり覚えておきましょう。次は、車が駐車も停車もしてはいけない場所と、その例外についてご説明します。最初に、車が駐車も停車もしてはいけないところ、10項目です。1、駐停車禁止の標識や表示のある場所。こちらが駐停車禁止の標識で、こちらが駐停車禁止の表示です。補助標識で区間の始まりや終わりが表示されていることもあります。補助標識がなければ区間内を示します。通行止めの標識とよく似ていますので、間違えないようにしましょう。2、起動式内。起動式とは、路面電車が通行するための部分で、レールの敷いてある内側部分とその両端 0.61 メートルの範囲を言います。通常は、路面電車のレールを保護するためその内側と外側に敷かれた石畳の部分がこれにあたります。3、坂の頂上付近や勾配の急な坂。徐行すべき場所と追い越しを禁止する場所でもよく似た場所が出てきます。しかし、駐停車禁止の場所としては、上り坂も下り坂も禁止場所ですので、間違えないようにしましょう。なお、勾配の急な坂とは、一般的に傾斜の度合いが 10% 以上の坂を言います。4、トンネル。追い越しを禁止する場所では、車両通行帯のあるトンネルは除かれますが、駐停車禁止の場所では、車両通行帯があってもなくてもトンネルでは駐停車をしてはいけません。5、交差点と、その端から5メートル以内の場所。交差点とは、2つ以上の道路が交わっている部分で、歩道と車道のある道路では車道の交わる部分を言います。また、
通行しやすく見通しも良くするために、交差点の隅の宅地や歩道を切り取って道路が拡大されている場合は、その拡大された道路の部分も交差点に含まれます。そのため、交差点における駐停車禁止の範囲は、その端から5メートル以内の場所も含めて図のようになります。6、道路の曲がり角から5メートル以内の場所。道路の曲がり角から5メートル以内の場所とは、その曲がり角も含めて、その端から5メートル以内ということです。なお、直角に近い曲がり角の場合は、図のようになります。7、横断歩道や自転車横断帯と、その端から前後5メートル以内の場所。追い越しを禁止する場所としての横断歩道や自転車横断帯は、その手前が禁止場所ですが、駐停車禁止の場所としては、手前だけではなくその前後が禁止場所ですので間違えないようにしましょう。8、踏切と、その端から前後10メートル以内の場所。踏切も、追い越しを禁止する場所としては、その手前が禁止場所ですが、駐停車禁止の場所としては、手前だけではなくその前後が禁止場所です。なお、その禁止場所の範囲は10メートル以内ですので、禁止の範囲に気をつけましょう。9、安全地帯の左側と、その前後10メートル以内の場所。路面電車に乗降する人が道路を渡るとき、駐停車車両の死角による危険を防ぎ安全を守るなどのために、車を運転する人から見て安全地帯の左側と、その前後10メートル以内の場所は駐停車が禁止されています。10、バス、路面電車の停留所の表示板から10メートル以内の場所。バス、路面電車の停留所の表示板から半径10メートル以内の道路の部分が駐停車禁止です。対向車線にその範囲が及ぶ場合もありますので、駐停車の際は対向車線のバス停にも注意が必要です。ただし、駐停車が禁止されるのは、バスや路面電車の運行時間中に限られます。また、路線バスが乗客の乗降のための停車や、運行時間の調整のための駐車は除かれます。以上が駐停車禁止の場所です。しかし、これらの場所でも、赤信号や踏切の直前など、法令の規定に従う場合や、警察官の命令、危険を防止するために一時停止する場合は除かれます。駐停車禁止の場所のまとめです。車が駐車も停車もしてはいけない場所は、こちらに並べ上げる通り10項目あります。駐停車禁止の範囲が具体的な数字で示されているところもしっかり覚えておきたいですね。交差点や曲がり角の道路形状や横断歩道などに関する場所は5メートル以内、踏切と安全地帯、バス停など乗り物に関する場所は10メートル以内です。普通自動車の長さが約5メートルですので、その禁止場所の範囲をイメージして覚えてくださいね。License Service YouTube。次は、車が駐車をしてはいけない場所と、その例外についてご説明します。最初に、車が駐車をしてはいけない場所、6項目です。1、駐車禁止の標識や表示のある場所。こちらが駐車禁止の標識で、こちらが駐車禁止の表示です。補助標識で区間の始まりや終わりを表示されていることもあります。車両通行止めの標識とよく似ていますので、間違えないようにしましょう。また、駐車禁止の標識のある区間では、停車をすることはできますが、その区間で駐停車禁止の場所があるときは、当然そこでは停車もしてはいけないことになります。例えば、駐車禁止の標識や表示がある区間内に、踏切やバス停、横断歩道などがある場合は、その場所では停車もしてはいけません。2、火災報知器から1メートル以内の場所。人が火災報知器を作動させることができるように、この装置から半径1メートル以内の道路が駐車禁止です。なお、火災報知器といえば室内に設置されている警報装置を想像されると思いますが、これは街灯に発信機を設置し、火災の発生を押しボタンによって消防機関に連絡する装置です。しかし、すでに約半世紀前に廃止されたようで、法令上でのみ存在します。3、駐車場、車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内の場所。4、道路工事の区域の端から5メートル以内の場所。5、消防用機械器具の置き場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入り口から5メートル以内の場所。
ここでいう消防用機械器具の置き場とは、消防自動車の車庫や消火用ホースなどの置き場のことを言います。6. 消火栓、指定消防水理の標識が設けられている位置や、消防用防火水槽の取り入れ口から5メートル以内の場所。ここでいう消防水理とは、消火活動を行うための水を供給する施設の総称で、主に消火栓や防火水槽ですが、河川、池、湖、井戸などもあります。そして指定消防水理の標識は、これらの消防水理があることを示しています。以上が駐車禁止の場所ですが、引っ越しや冠婚葬祭などに使用する車や、公益上、社会習慣上、その他業務上やむを得ないと認められる車などで、警察署長の許可を受けたときは駐車をすることができます。ただし許可される範囲は駐車禁止の場所に限られ、駐停車禁止の場所は許可を受けることはできません。駐車禁止の場所のまとめです。車が駐車をしてはいけない場所はこちらに並べ上げる通り6項目です。駐車禁止の範囲も具体的な数字で示されている項目がありますのでしっかり覚えておきましょう。火災報知器は1メートル以内、駐車場、車庫は3メートル以内、工事の区域と消防に関する施設は5メートル以内です。普通自動車の長さをイメージして覚えてはいかがでしょうか。また、駐車禁止の場所では原則として停車をすることはできますので、最初にご説明しました駐車と停車の意味の違いをしっかりと把握しておくことが大切ですね。駐車禁止の場所と駐車と停車の違いをしっかりと覚えておきましょう。次は、無予知駐車の禁止とその例外です。たとえ、駐停車の禁止場所や駐車の禁止場所でないところでも、駐車することにより他の車が通行できなくなるようなところでは駐車をしてはいけないという法令です。それではご説明します。たとえ、駐車が禁止されていない場所でも、駐車した場合に車の右側の道路上に 3.5 メートル以上の余地がなくなる場所では駐車してはいけません。また、標識により駐車余地が指定されている道路では、その余地が取れないときは駐車することはできません。駐車をする場合に 3.5 メートル以上の余地を空ける意味は、車の最大幅が 2.5 メートルなので、最大幅の車でも余裕を持って安全に側方を通行できるようにこの数値が定められています。そのため、道路幅は 3.5 メートル以上あっても、電柱などで実質的に 3.5 メートル以上の余地が取れない場所では駐車してはいけません。ただし、所定の幅が取れない場合でも例外として、荷物の積み下ろしを行う場合で、運転者がすぐに運転できるときや、傷病者の救護のためやむを得ないときは、たとえ 3.5 メートルの余地が取れない場所であっても駐車をすることができます。無余地駐車の禁止のまとめです。駐車が禁止されていない場所でも、車の右側に 3.5 メートルの余地が取れないときは駐車をしてはいけません。また、標識により、その余地が指定されていることもあります。ただし所定の余地が取れない時でも、荷物の積み下ろしを行う時に運転者がすぐに運転できる時や、傷病者の救護のためやむを得ない時は駐車をすることができます。以上で駐車と停車の意味と禁止場所についてのご説明は終わりです。次に、練習問題を出しますので、理解度をチェックしてみましょう。5、練習問題です。問題1、友人との待ち合わせでも、運転者が運転席に乗車しているときはすぐに運転できるので、継続的に停止しても駐車にはならない。答えは、×です。運転者がすぐに運転できる状態であっても、客待ち荷待ちと同じで、人を待つために継続的に停止するときは駐車になります。問題2、車が荷物の積み下ろしのために停止する場合は、停止時間に関係なく、すべて停車になる。答えは、×です。荷物の積み下ろしのための停止は、すべて停車ではありません。5分以内の荷物の積み下ろしのための停止は、停車になりますが、5分を超える荷物の積み下ろしのための停止は、駐車になります。問題3、トンネルの中は視界が悪く、停止すると後車の衝突などの恐れがあるため、どのような交通状況でも停止することが禁止されている。答えは、×です。
トンネルは車両通行帯があってもなくても駐停車を禁止する場所ですが、渋滞や交通事故が発生した場合など、法令の規定の一時停止、警察官の命令による一時停止、危険防止のための一時停止は除かれています。問題4。バスや路面電車の停留所の表示板から10メートル以内の場所は、駐車も停車も禁止されているが、運行時間が過ぎていたので、その付近に車を止めて人を降ろした。答えは、丸です。バスや路面電車の停留所の表示板から10メートル以内の場所は、運行時間中に限り、駐車も停車もしてはいけない場所ですので、運行時間を過ぎているときは駐停車をすることができます。問題5。駐車が禁止されていない道路で、車の右側に 2.5 メートルの余地があったので、その場所に駐車した。答えは、×です。たとえ、駐車が禁止されていない場所でも、駐車した場合に車の右側の道路上に 3.5 メートル以上の余地がなくなる場所では、駐車してはいけません。練習問題もこれで終了です。結果はいかがでしたか？要点解説シリーズ、今回は、駐車と停車について解説をさせていただきました。免許試験のご参考にしていただければ嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。